が今回の素材写真です。フィッシュバーガー、複雑すぎて一瞬思考停止しました。今回は下書きのコツをお伝えしようと思います。下書きをする時のコツ、それはカクカク書きです。絵を描きながら説明しますね。後半ではフィッシュバーガーに使われている謎の魚についてもお話しします。5分ちょっとの動画です。ぜひ最後までご覧ください。私はいつも下書きをします。ラフとも言います。下書きをする目的は形を正確に取ること。そして大切なのはポイントを絞ってスピーディーに書くことだと思っています。スピーディーに書くためにあるコツを使います。それは曲線で書かずに細切れの直線で書いていくことです。私はこれをカクカク書きと言っています。例えばこういうラインをこの段階で忠実に再現しようとすると時間がかかりすぎます。なので割り切ってこれらを直線や幾何学模様に置き換えて書きます。こんな感じですね。緩やかにかかっているカーブや複雑に入り組んだ曲線もこの時点ではカクカクに直線で書いてしまいます。カクカク下書きができました。あまり自信を持ってお見せできるものではないですね。でも大丈夫です。形は正確に取れました。次の工程に入る前に分かりやすく簡単に色分けしておきます。線画の工程に入りました。カクカクの下書きレイヤーの透明度を下げて別のレイヤーを準備し、そこに書いています。線画の目的はこの後の作業のガイドラインにすることです。ここから先の作業はこの線画に沿って丁寧に進めます。そのためになるべく綺麗な曲線で書いています。カクカク下書きを目印にして、かつ写真をよく見て線を選んで書いています。書き込みをする準備として下塗りをしていきます。背景を塗り、バーガーの各部品を塗っていきます。マーカーブラシを使っています。下塗りをする理由は、ここで全体の色のトーンを決めてしまうことです。そうすることで、この後の書き込み作業にあまり迷いがなくなります。ちなみに実は、この下塗り作業が一番頭をフル回転にする作業です。人の脳は色の自動補正機能を持っていて、その機能が作業の邪魔をします。色の自動補正機能については、色の錯覚の動画で解説しています。この動画の最後にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。大まかな明暗を出すために下塗りをもう一段書き込んでいます。マーカーブラシの透明度を下げて塗り重ねるように書いています。では書き込んでいきます。鉛筆ツールを使い、色鉛筆として書き込みます。私が描く絵はフレスコの本当に基本的な機能のみを使っています。この描き方で今まで様々な絵を描いてきました。いろいろな表現をしているので、ぜひ他の動画も見てくださいね。ここからはフィッシュバーガーのフィッシュについて解説します。皆さんはフィッシュバーガーに何のお魚が使われていると思いますか？そもそも本当に魚を使っているの？と思う方もいるかもしれません。様々なバーガーチェーンにフィッシュバーガーはあるわけですが、使用されている魚の種類はほぼ2種類です。スケトウダラとホキ。スケトウダラはなんとなくタラかなと思いますが、ホキとは一体どんなお魚でしょうか？ホキはニュージーランドやオーストラリア沿岸に住んでいます。水深200メートルから700メートルに生息しており、体長は70センチから1メートルほどのタラの仲間です。味は癖がなく淡白で食用としては人気が高く、様々な加工品に使われています。日本の学校給食でも出されることがあるそうです。ホキのフライなどのメニューがあり、とても美味しいらしいですよ。乱獲のために近年は漁獲量が減ってしまっているそうです。ホキとはどういう姿をしているのでしょうか。ではそのホキを描いていきましょう。ということで絵ができました。いかがですか？カクカク書きで描き始めた絵もリアルで美味しそうなバーガーになりました。リアルな絵を描くのはとても時間がかかります。それぞれの工程をいかに効率的に進めるか、
そしてどのように次の工程につなげるかということが大切になります。また別の動画で効率的な書き方を紹介したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。絵の描き方、ツールの使い方などを知りたい方は、ぜひコメントをください。この動画が面白かった、ためになったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。